アメリカ人の若者が日本どう見てるのか、今日はちょっと聞いてみたいと思います。スティーブ的店のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして Twitter、X、Facebook、Instagram もやっております。@Steve'sPOV のフォローもよろしくお願いいたします。では、早速始めましょう。今日のゲストは、うちのあっちゃん、息子のあっちゃんになりますが、アメリカ生まれ、ハーフなんですけど、多分あっちゃんの視点、あっちゃんの見方がまた面白いところいろいろあると思うので、呼ぶ前に何のトピックなのかって一切言ってないので、このまま質問をいろいろ投げてみたいと思います。あっちゃん、おはよう。おはよう。あっちゃんは日本好きだよね。大好き。もうアメリカ生まれて、周りはそんなに日本人の友達とかはいないんだよね。もう友達はアメリカにはいなかったね。あっちゃんの友達の中で日本っていう、もうアメリカ人から見て日本っていう、と考えるとどういうイメージがあるのか。日本って、アジア結構詳しい人は日本のことをしてるんだけど、普通そういう子はもうアニメとか漫画とかしか興味がないんだけど、そんなにアジアに興味がない人たちはもうみんな、日本、韓国、中国はもうみんなエイジになってるの。一つになっちゃうんだ。日本人とか中国人とか韓国人とかじゃなくて、アジアンはアジアン、エイジアンになっちゃうんだ。でも、どっちかといえば、あっちゃんがね、面白いところが、日本語で普通に喋っちゃうんだよね。友達の前で日本語で喋ってるところを、それを見てるアメリカ人が、どう思ってるの？みんなびっくりするよね。日本人とかアニメ見たことない人たちは、Is that Chinese? とかっていつも言われる。と、あっちゃんのお弁当見ると、Oh, what kind of Chinese food do you have? とかって毎回言われる。わお。ほとんどの子たちがそれを見てなんか面白いということだった。アメリカ人の子たちは何これと思うんだけど、びっくりするっていうのは別にバカにしてるわけじゃなくて、なんか面白い。それか見たことがないから、なんか、おお、これはすごいねって。でも全部はもう、チャイニーズなんじゃないとなるの。なるほど。お箸見ると、もう、なんか、今多分中国の影響が一番多いかもしれない。なるほどね。そう言われて、なんか悪く思ったことある？嫌だなとかって、差別とかってそういうこと？じゃない。全然、普通に、これは日本の料理だよ。日本語を話してるよって言っただけで、みんな、おお、そっかそっかって。かっこいいこと？日本語喋れることが。どう友達から見ると。あっちゃんはそう思ってかっこいいと思うけど。周りの人から見て、どう別にあっちゃんは日本語喋ってるところ恥ずかしくないでしょ？でも逆に、なんだ、何喋ってるのというリアクションとかがいろいろあるんだろうね。それで、俺も日本語を話せたらかっこいいなとかっていう子供たちもいっぱいいるけど。あっちゃんが喋って他の子にその影響を与えて、俺も日本語喋れたらいいなと思ってる。日本の文化とか、日本のアニメとかゲームに興味持ってるアメリカ人が多いということ？ゲームとアニメだね。と、あと寿司。寿司。周りの友達にも寿司好きな子が多いんだ。好きだね。で、特に今は、オールユーキャンイートの寿司屋とかあるから、アメリカ人はそういうのが大好きだね。食べ放題の寿司。食べ放題。オールユーキャンイート寿司に行きたいと思う？じゃあ行きたくない。友達に誘われても行かないと思う。それは。行かない。行かない。何が違うの？日本人が普通そういうところを握ってないし、もう、だからちょっと信用してないね。ドラゴンロールとかは多分結構甘いけど、アメリカ人はそういうのが好き。握りよりも。若い時から日本に興味持ってるアメリカ人が多い？そんなにアジアに興味がなくても、日本は行きたいってみんなは言う。なんだと思う？それは。多分 YouTube とかで結構、YouTube ショーツとか、Instagram リールとかで、そういう日本のお料理とか見て、そういう日本の景色とか見て、みんなそういうのでなんか影響されて、私も行ってみたいなと思う人が多いと思う。美味しい食べ物。食べ物が一番で、多分そういう文化とか、京都とかいろんな日本の場所とかに、そういう動画で見て、
すごい影響されると思う。アニメの影響はどのぐらい大きいの？まあアニメもあるよね。一番人気なアニメは？あっちゃんの友達は多分ワンピースみんな見てる。イニシャル D は人気？人気じゃない。人気じゃない。車の人たちだけマニアックじゃないとないのでか。特にイニシャル D は古いから、本当にストーリーのためで見ないと、ハードコアじゃないとそれは見ない。今までほら、あっちゃんがこう日本人だよという人に言って、なんかバカなこととか差別とかなんか変なことが今まであった？あっちゃんに。ないね。ない。ないよね。それはない。多分日本からも見て、アメリカでもうあっちゃんはハーフ、アジア人のハーフ、日本人のハーフとして差別とかっていう、されることがあるんじゃないかと、もしかしたら思われてるかもしれないんだけど、なんかでもこのアジアンヘイトという言葉をよく聞くんだけど、あっちゃんはアジア人のハーフとして、その辺はなんかどう？今の人たちみんなすぐジョークとか言ったらすぐ、ああ、差別だとかって思われてるんだけど、あっちゃんはジョークとか好きだから、まあ、ね、アメリカの悪いジョークもあるし、日本の悪いジョークもあるし、中国の悪いジョークもあるし、韓国の、ね、ジョークみんな、まあ、もうちょっと緩めた方がいいと思うんだけど、あっちゃんの周りでは、そういう差別は見たことないね。経験したことないね。Oh, you Chinese? とかって、ね、中国人とかって言われて、まあ、別にあっちゃんから見るとそれは差別じゃないよね。差別じゃない。それで違うよ。日本人だよって教えて、それだけ。何も、何中国人だと思ってるのとかっていう気持ちではない。ね、知らないから、別に、ヘイトというのが知らないことが多くて、それを一つのきっかけにして、日本人だよっていうのは違いますよって知らないかもしれないよね。特に、まあ、アジアに興味がない人たちはもう本当に知らないから、じゃあ、チャイニーズとか、今中国語とかって、違う、日本語って、すごいねとかって普通、そう言われる。逆にね、いい方に行くんだよね。で、多分それで彼が家に戻って、もっとリサーチとかするんじゃない？これは、これとか。多分ほとんどアメリカ人、アメリカから出たことないから、わかるわけないじゃん。アジアはこういう感じとか、中国人はこういう感じ、韓国人はこういう感じ、日本人はこういう感じとかってわからないから、特にアメリカのちっちゃい町とかから来たら、アジア人とかすごい少ないから、もうアジアの影響がないから何も知らないから、それで教えた方が、まあみんなに日本はこういう感じだよとかって教えておけば、まあみんなにプラスになるんじゃないと思う。最近ほら、迷惑外国人、日本にいてバカなことしちゃったり、迷惑かけたりする人についての、動画があったんだけど、あっちゃん的にはどう思う？結構恥ずかしいよね。みんな日本に行くのは食べ物とそうやって冒険するのがみんな楽しみにしてるから、そういう意味ではみんな日本の文化を守りたいんだけど、そうやってアメリカ人とか、外国人がそこに行ってバカなことをしてなんか嫌だよね、なんか好きじゃない。そういうの特に日本はあっちゃんにとってすごい大事なところだから、そうやって人をバカに日本をバカにするのが許せないよね。許せないよね、本当にね。だったらもう行かないでちょうだいとかって思うけど。そうだよね、もう行かない、好きじゃなかったら行かなくていいっていう気持ちがわかるよね。バカにしないでねっていうことだよね。ちょっと怒るよね。怒る。バカにしてはいけないよね。リスペクトだよね。リスペクト。要するに自分の国の考え方とかをちょっと置いて、他のその違う文化などを見て、リスペクトだよね。一言で言うとね。あっちゃんもそう思う？そう思う。いい考え方だと思う。どっから来たんだろうな。日本は何がいいの？いっぱい美味しいもの食べたり、家族と遊んだり、新しいところ冒険してみたり、特にこの最後日本行った時、いろんな行ったことないところとか、そういうところの文化と食べ物を食べるのがそれが日本という楽しみだね。あっちゃん的には日本のすごい気に入った、一番っていうか気に入ったところとかなんかある場所が？多分大阪。大阪好きなんだ。そうなんだ。
何が良かったの大阪で。この間初めて行ったもんね。初めてだったんだけど、なんか車の文化も大阪すごい思ったより深いし、食べ物が美味しかった。何よりも。ねえ、美味しかったね。あーちゃん大阪弁が好きだから。大阪弁好きな。面白い。かっこいい大阪弁。かっこいいと思う。かっこいい。そっか。いいよね。そうやって話してみたいなと思う。ああ、覚えられるんじゃない頑張れば。面白いこと。大阪弁が面白いんだ。まあ、あっちゃんはね、ハーフだから、こそちょっと見方がいろいろ、なんかね、違うと思うので、今日聞いてみようと思いました。とてもいい話、もう、パパにも勉強になった話だよね。あっちゃん、ありがとうね。突然こんな、ね、朝一からごめんね。でも、とても勉強になった面白いこと。多分、日本人の視聴者もこれ見て、アメリカ人もね、これ見て面白いなって思う人がいるんじゃないのかな。いかがでしたか皆さん。面白い話だったでしょうか。これだよね、あっちゃん。シンプルだよね。パパの、これがすごいシンプルな意味では、こういろんな国もみんなの違いで、これだけでやっていけば、悪いことないんだよね。そう。いいことだよね。そう、日本に行って何も知らなかったら、タムズアップだけすれば、ね、タムズアップだけで、どういう感覚でいけば。友達作れるもんね。言葉がいらない。素晴らしい。これも stevepob.jp と Amazon Japan にあります。皆さん、本日はありがとうございました。あっちゃん、ありがとうね。勉強頑張って、これ歯科大学でもう応援してあげてね、皆さん。まだ1年生なんだけど、歯医者になります。アメリカで頑張ってる、日本とアメリカは大好きな、うちの息子の、あっちゃんでした。じゃあ皆さん、サムズアップ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では失礼します。